皆さんこんにちは。南オーストラリアはアデレードからアラフィフ生活をお送りしているマミリーランドのマミです。2日連続でホームパーティーを主催したその週に密着。新しい料理にもチャレンジしてみました。私のチャンネルをいつも見てくださっている皆様ならよくわかっていると思いますが、私はホームパーティーが大好きです。特にこの田舎暮らしの家に引っ越してスペースができて、そして犬たちも参加できて、これまでも小さな家族だけのランチから大きなホームパーティーまでいろんなものをね、開催してきました。そしてこの週末はなんと土曜日と日曜日、両方パーティーの予定が入ってしまったんです。土曜日は長女ちゃんのバースデーパーティー。そして日曜日は職場の同僚がやってきます。でもいくらホームパーティーを何回しても、ホームパーティーが好きでも、さすがに2日連続は初めて。さて、一体どんな週末になるんでしょうか。まずは土曜日の朝。最近クロシェットを始めた私。これが長女ちゃんに編んだコースターです。とりあえずまだコースターしか編めなかったので、小さいコースターを2つと大きめのポットとかをね、置けそうなものを作りました。ちょっとね、数が合わなかったので変な穴が開いてますけどね。そして今回はまたみんなのリクエスト、チュナモネ。今日は材料からすべてシェアしていきます。まずは材料から。パスタ、ペンネが理想ですね。350g。そしてミルクが1リットルですね。みじん切りのガーリック3かけ分。そしてバターが 40g と 25g。小麦粉 50g。そしてこのガーリックパウダー、オニオンパウダー、マスタードパウダー、これはね、全部小さじ半分ずつです。そしてブイヨンですね。ベジタブルかチキンで、私はね、ここのが好きでいつもこれ使ってます。パン粉 60g。パルメザンチーズは 50g と 25g、計 75g。缶詰のコーン 400g と、オイル漬けのツナ 425g。そしてパセリが少々。これはあってもなくてもいいです。はい、以上の材料を使ってクリスと協力しながらチュナモネを作っていきたいと思います。前にも言いましたが、私はね、このベシャメルソース作りがあんまり得意ではない。クリスはラザニアとかも普通に作るので、ベシャメルソース作りは割とお手の物らしいんですよね、本人曰く。だからね、こういう得手不得手がある場合、こうやって役割分担がね、できるっていいなと思います。私が隣でしてるのはパスタの分量を測って、お湯が沸騰したらパスタを湯がいていくこと。やっぱり料理できる男性っていいですよね。私の中で割とオーストラリア人の男性料理できる方多いイメージなんですよね。クリスの得意料理はラザニアと、あとスロークッカーで作るバターチキンカリー。これめちゃくちゃ美味しくって、またいつかクリスが作ってるところをね、動画にして皆さんにシェアしたいなと思います。クリームソース作りはクリスに任せて、パスタを湯がいている間、私は同時進行で卵サンドも作っていってます。その間でね、寝てる花がかわいい。寝てるようでこうやって時々耳が動いてるから、ちゃんと私たちの会話、これ聞いてるんでしょうね。はい、ここでね、無事にパスタも茹で上がりました。
で、クリスにね、任せてたんですけど、ちょっと目を離したら、とんでもないことが。Yeah. No, 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 no. What do you mean? No. You can put it in there. No. Why not? クリスが茹でたパスタをそのままソースの中に入れようとしたんですね。別にね、最終的には全部一緒に混ざるので、別に順番ぐらい違ったってって思うかもしれないんですけど、私はこのソースに混ぜる前にツナをパスタに絡ませたかったんですね。私はレシピの順番にはそれなりの意味があって、その順番になってると思う派。で、クリスは別に最終的に一緒になったらいいじゃないっていう派。まあそんなこんなで無事に混ざりました。ここでね、また一つ問題が発生したんです。Yeah, just put it in. It's cheese. You're melting low through. ベシャメルソース作った時に最後ね、チーズ絡ませるの忘れてたんですね。で、クリスが混ぜたら一緒やっていうことで、今混ぜてます。はい、最後にトッピングを作って乗せて、あらかじめ170度でね、予熱しておいたオーブンで25分間、もしくは綺麗に焼き色がつくまで焼いていきます。メインをオーブンで焼いている間に卵サンド仕上げていきます。今日の卵サンドはやっぱりね、耳をカットしてみようかなと思いました。こうやってパンを扱うとどうしても床に落ちるし、その前からね、パン粉とか触ってたから絶対に床に落ちてるし、もうこうやってね、犬たちがね、必死にご飯を拾っていってます。近い、カメラには何もないよ。空が何でも食べるのは分かってるんですけど、花はね、結構好き嫌いが激しい。さて、花にね、パンの耳をあげてみようと思います。Oh, you like it? Sit. Taste. Good boy. They like it. Yeah. はい、今日も無事に卵サンド完成。美味しそう。そしてやっぱり耳切った方がいいですね。すっきりしてより美味しそうに見えるザ・卵サンドって感じですね。Too hot now? Happy birthday! Happy birthday! I know. Chin. 宴が始まってしばらくは犬たちもなんか落ちてこないかなとか、なんかもらえないかなって感じでね、こうやって顔を出して待ってましたけど、ある程度ね、宴が進むとこんな感じでお昼寝モード。なんかこの距離感が好きだな、かわいい。これもやっぱ親バカですかね。All the way out of the shop, I made it without falling over. That's amazing. $4 or $20 or something in a packet. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Katie. Happy birthday to you. Hooray! 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 Why was she born so beautiful? Why was she born at all? Because I can't remember the rest. So No say in it. because she had no say in it, no say in it at all. Is there any more? That'll
Happy birthday! Happy birthday. ご覧の通り、メインのツナモネは完売。大成功でした。はい、そして日付は変わり、日曜日の朝になりました。昨日の土曜日、長女ちゃんのバースデーパーティーが終わった後、すぐに今日の準備に取り掛かり、そして当日も朝から働いております。今回はなんと新しい料理に一品チャレンジします。その料理にどうしても必要なスパイスがあるんですけど、それを使うっていうのが分かったのが実はもう本当にギリギリで、近くのスーパーになかったんですね。でも調べたら作れるっていうことで、そのスパイスからね、まずは配合してみました。今回必要なスパイスがザータルと呼ばれる中東地で愛されている伝統的なね、スパイスらしいんです。まずは大さじ2杯のタイム、そして大さじ1杯のいりごま、そして今回初めて使ったスマックと言われるスパイスも大さじ1杯混ぜていきます。それに小さじ半分の塩を混ぜたら出来上がりです。そしてこの料理でメインの一つにもなるのが生ハムメロン。これだけでもね、十分に前菜として美味しいですけど、それにさっきのスパイスが混ざったらどんな味になると思いますか？それではね、実際に作っていきたいと思います。この料理、実は私たちが実際にレストランで食べてめちゃくちゃ美味しかった料理なんです。あまりにも美味しくってメニューの写真を撮っていて、で大体の素材書いてるじゃないですか。でそれで見よう見まねでやってみたんですけど、やっぱりなんか違って、でしばらく作ってなかったんですけど、またその後そのレストランに行って、で大体レストランでそのシーズンメニューで変わっていくから、もうこのメニューなかったんですね。でやっぱり思い出して食べたいなって思ったんですよ。でチャット GPT に聞いてみたんですね。このレストランのこのメニューレシピありますかみたいな感じで。そしたら思ってた以上に詳しいメニューが返ってきて、あ、これなら作れるかもと思ったんですね。でそこで初めてザータルっていうスパイスの名前が出てきたんです。そして私はだいたいレストランとか食べに行くと写真を撮るタイプなんですね。どんだけ同じものを何回も食べてもなぜか写真を撮ってしまう。なので今回も写真が残ってるので、ぜひ後で比べていきましょう。そして最後に私、松の実をいったものがすごく好きで、それは大概何の料理にも合うので、よくストックしておいてあるんです。自分でいって。で、それを最後に載せたんです。それはね、元々のオリジナルメニューにはなかったんですけど、やってみたら絶対あった方が良かったから、それはね、良かったなと思ってる点です。今回のテーブルセッティングはこんな感じ。お箸もお箸置きもお皿もコースターもすべて私がちょっとずつ日本から持って帰ってきたもの。お箸が使えるオーストラリア人結構多いんですよ。はい。ランチは進んで、前菜も美味しいって言ってほとんど食べてくれました。今回はプライバシーの関係上、ランチしてるところは映せないんですけれども、今からメインの料理に移っていきます。
このきんぴらごぼうは私毎日食べてるので、それはね、いつも私が食べてるものを今回もそのまま活用します。そしてこれがね、昨日の夜からマリネートしていたスライスビーフです。さて、今から私は何を作るのでしょうか。今回来てくれているカップルが実はね、めちゃめちゃグルメな2人なんですね。ホームパーティーもよくしていて、昔何度も行ったことがありました。少し前の動画でクリスのパパの80歳のホームパーティーをした時に、ドリンクステーション、友人のホームパーティーからアイデアを少し頂戴しましたっていうのを言ってたんですけれども、まさにこのカップルのホームパーティーでそのドリンクステーションを見て、素敵だなって思ったんですね。そしてこのグルメな2人、めちゃめちゃね、アジアン料理もね、好きなんですね。なので今回はせっかくだし、私が作るアジアン料理を提供したいと思いました。普通はね、まずこの料理にきんぴらごぼうを使わないんですけど、実はね、一人の方が椎茸アレルギーで、椎茸がね、入れれなかったんですね。マッシュルーム系がね、何も入れれなかったので、その代わりにね、少し味のついているきんぴらごぼうをつけました。でもこれ意外といけた。私、今度からこれするかもしれないですね。きんぴらごぼうめっちゃありでした。はい、ということでね、もう見てお分かりの通り、ビビンバを作っていました。でも本当は私の手作りキムチを乗せる予定だったのに、それをね、すっかり忘れてました。でもね、こんなに美味しそうにできました。私とね、クリスね、食べきれなかったんですけど、彼らはね、全部平らげてくれました。はい、ゲストもね、満足して帰ってくれたみたいで、これで2日間のランチパーティー終了です。やっぱり家族をもてなすのと友達をもてなすのと、やっぱりね、少し気の使い方が違うのか、友達をもてなす方がね、やっぱりちょっとね、疲れます。実はね、最後にね、パブロバもデザートで作って出したんですけれども、完全にね、動画を撮るのを忘れていました。やっぱりなんか待たしたらいけないって思うし、なるべくね、時間を空けないようにって思うと、どうしてもね、気が焦ってたみたいです。で、私は間髪入れずにね、片付けしたいタイプなので、はい、この通り、すっかり元通りになりました。さすがにね、犬たちも2日連続で来客があって、少しお疲れモード。お疲れ様。空もお疲れ様。それパパ待ってるんだよね。ゲストが帰って少し用事があって出かけていたパパも帰ってきました。やっとね、私たちと犬だけのリラックスの時間がやってきました。この2日間、感想一言で言えば疲れた。やっぱり大変だったなって思うんですけど、でもやっぱりやってみて、おもてなしするのは好きだなと思いました。新しいメニューにね、チャレンジするのも好き。またいろいろとね、挑戦していきたいなって改めて思いました。それでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。バイバイ。